どうもこんにちは、蜷川です。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。そうですね。まず皆さんおっしゃっている通り、京都でやるということが今回のテーマ設定にもかなり深く関わっていて、直接的に京都の映像もある作品もあるんですけれども、それよりも京都に来て感じたことだったりとか、この土地が持っている歴史だったり、その中に揺らめいていく命の揺らめきだったりとか、生と死の感じだったりとかですね、そういったものを作品の中に入れていきたいなというスタートで始まりました。で、先ほど高橋さんもおっしゃってたように、本当この3人とあと何人かのチームですごい暑い夏に京都を半日間ぐるぐる回って、京都ってこういうことなんだなっていうのをご案内していただきながらすごく体感してですね、もう本当にポカッとどこかに異界につながる穴があるような気がするような不思議な探索だったんですけれども、そういった現実と現実じゃないものが背中合わせにあるような気がする土地だなというのと、もうそもそもずっと生と死だったりとか、彼岸と志願もそうですけれども、光と影みたいな相対するものが揺らめきながら重なる瞬間みたいなことが結構執着して作ってきてたものなので、そういったものが体感できる没入型の、展覧会になってると思います。はい、そうですね。もうちょっと京都何回来たのか本当にわからないぐらい、もうそもそも大好きで何度も来ていて、京都もとても大好きですし、まず京セラ美術館でできるっていうふうに決まった時にとても嬉しくてですね、ここだったらどういうことができるのだろうかっていうのをすごく軸に考えました。なので宮田先生ともそうですけれども、京都でやる意味だったりとか、ここでやるのはどういうふうにしたら一番いい形になるのかなっていうのを散々特に3人でずっと考えながら今回に至ってます。なので本当にこの京都市京セラ美術館のために作った作品たちで、ここに向かって結構磨き上げてきたものたちが集結しているので、自信を持っておすすめできる展覧会になってるんじゃないかと思います。設営の時から思ってたんですけれども、これは絶対にいい展覧会になるなっていうのをちょっと自分でもうやりながら思っていて、で今回できて本当に昨日の夜までですねずっとやってたので、朝やっと初めて全体像が自分でも把握したんですけれども、これはいい展覧会になったなと思っております。ぜひたくさんの方に見ていただけたらなと思ってます。もう把握してなかったんですけど、朝なんとなくみんなで数えて計算したら10万個ぐらいですよね。はい、10万個あったと。はい、10万個の、クリスタルのパーツを手仕事で全部つないでいる展示空間があるんですけれども、そのデザインも全部一本一本自分で決めていて、とにかくもう時間もたくさんかけた作品なので、ぜひ見ていただきたいです。でその中に私が作った、手作りのパーツがあって、それもたくさんあるので、ぜひゆっくり見ていただけると嬉しいんですけれども、それが多分1万個1万個です1万個です。忘れないでください。1万個作ったらしいです。なんかもう夜な夜なずっと作ってたので、そんな作ってたんだなと思うんですけれども、なのでとっても気合が入った展覧会になってます。はい、やっぱり強い光が当たるところには濃い影が落ちて、でその影の中の美しさっていうのもずっと表現はしてきたつもりではあるんですけれども、そこに割と今回フォーカスを当てていて、その両方があるからこそ世界は美しいし、間違いがあるからこそ面白いんじゃないかなっていうような思いも込めながら、彩色と呼ぶ色味のあたりを今回はちょっとフォーカスを多めにしながら作った感じですね。アート、コンテンポラリーアートの文脈で語られる時に視覚にフォーカスした作品っていうのは非常に多く見られるんですけども、私たちのチームではですね、音のプロフェッショナルっていうのもチームの非常に重要なメンバーになってます。で作品のいくつかに対してはその専門の音というものをですね、作品に合わせて作っていき、で今回先ほどお話ししたようにこの展示の真ん中コアにある場所に関しては最もこの重要なこの五感で体感できるっていう、聞くだけではなくてこの低音を体で感じるぐらい、そういったこの音があってですね、でその
五感をと連動することによってやっぱりかなり忘れがたいものになるんですよね。で時にそこの音が他の作品にもにじみ出していくんですけれども、そういった部分も含めて一つの体験になるようにと。で実は、香りをちょっとつけているようなエリアもあったりしてですね、味っていうのはさすがにないんですけれども、さまざまなこの感覚を通して体験というものを結んでいただけるようにというのが、今回の工夫でもあるかなと。そうですね、ここはもう本当にすごいんです手前にですね、造花で作った楽園のような、でもそれも餅の底のような本当に両義性を持ったお花の花園があって、その奥に映像のお部屋があるんですけれども、この展覧会の心臓部というか、一番現実とちょっと遠いような場所に位置づけして作っているんですけれども、そこの体験は結構強烈で、私も何度も今回見てますけれども、何回見ても割と心にくるものがある強い体験になってると思います。で、そこから抜けて最後また現実の世界に戻られた時に、世界との接し方が何か少しでも変わったりとか、物の見方が変わったり、自分の中を旅するような経験の一番たどり着く場所として今回設定してあるので、そこを体験ぜひしていただいて、その後に見るこういった世界の風景が何か変わるかなというようなことも含めての体験になっていったらいいなと思ってます。もうすごく楽しい体験で、提灯作ってるところを実際に見させていただいたりとか、その中ではどういう貼り方にしましょうかねとかですね、絵柄はどうしましょうとかお話ししながら決めていったり、和ろうそくももともとすごく好きだったんですけれども、今回の展覧会にちなんだモチーフを、彼岸花だったりとか蝶々だったり光の影だったりとか、そういうものをモチーフに描いていただいて、全部手書きで描いていただいた和ろうそくがあったり、お酒のパッケージもそうですし、もうどれもあれも素敵だった、これも素敵だったってとっても一緒に作らせていただいて楽しかったし、私も絶対欲しいなと思うのになったと思います。はい、年の初めのお出かけにですね、ぜひ皆さんで来ていただけたら嬉しいなと思います。どなたでも楽しんでいただける広さを持ちながら、なるべく深いところまで連れて行けるような展覧会をしたいと思っていまして、今回の展覧会もそういう風になったんじゃないかと思います。本当に気軽に、普段美術館にあまりいらっしゃらない方たちでもぜひぜひ足を運んでいただけたら嬉しいなと思ってます。お待ちしてます。目線が欲しい場合、手を挙げていただけるとありがたいです。よろしいでしょうか。はい。じゃあ、はい、よく勘違いされるんですが、お前がエイムかって言われるんですけど、そうではなくてですね、エイムっていうのはチームで、蜷川さんも含んで、実は桐生さんもエイムですし、メンバー最後のクレジットにもいるんですけれども、この10名弱のメンバーで、そこにさらにいろいろなこのチームが紐づきながらですね、さまざまなこのプロフェッショナルが集まってですね、このチームアートを表現しているというところです。でそのいわゆる根幹の部分でコンセプトを作ったり、あるいは作品のディティールを詰めていったりですね、時には私自身撮影も私の撮影した動画も中にも入ってるんですが、撮影も同行したりしながら、作品作りを一緒にしているというところです。で今回のコンセプトですね、まさに今蜷川さん、高橋さんおっしゃっていただきましたし、先ほど青木さんからも京都にちなんでる部分があるんじゃないかっていうのはまさにその通りでですね、ここ京都っていうのはやはり日本の古都であり、先ほど蜷川さんのお話があったように本当に歴史とのこのつながりを必然的に感じるんですよね。じゃあこの鴨川の向こうに昔何があったのか、そういった現実とこの虚構だったり、あるいはある種異界のようなそういう空間を
感じながらさまざまな物語が編まれてきたっていうようなことなので、今回そういったこの異界巡りっていうのが一つの軸になってます。でこの東山キューブですね、この青木さんがいわゆるリノベーションデザインされた本当に美しい空間なんですけど、この東山キューブの真ん中にまさにこの現実なのか虚構なのか、我々奈落と呼んでるんですけども、LED で4面が囲まれて上下が鏡なので、天国に上がっていくのか地獄の奈落の底に落ちてるのか、そういったものがどっちかわからない錯覚するようなその空間を軸にですね、そこにどんどん入っていくようなそういう構成になってます。で最初はまさにこの美しい本当にこの京都の景色とつながっているこの景色から、あちらのこの窓にですねポルトンでアートのイメージを貼らせていただいて、教会を徐々にまたぐような形ですね。でその次の作品も京都の景色っていうものとさまざまな都市の景色を織り交ぜながらどんどんこの虚構の中に入っていくっていうような構成で、彼岸花を渡りさまざまな光を見てですね、でそして最後に奈落っていうものと向き合う中でで実際これは地獄巡りということだけではなくてですね、自分自身のこの深層ですよね、徐々にこれ没入しながら心の中に入っていくような体験っていうものが重なるような形でそれぞれの作品のこのストーリーを作らせていただきました。京都市京セラ美術館の高橋と申します。本展開催の経緯について簡単に述べさせていただきます。実は先ほど館長からのお話にもありましたように、ちょっと指示にわたりますが、私蜷川さんとお目にかかったのは90年代後半、東京の表参道にナディフという小さなオーガナイザーがありまして、そこですでにデビュー直後ですね、そうですね、大変立派なギャルでいらっしゃった蜷川さんとですねお目にかかりまして、展覧会をいくつか作らせていただきました。でその後私、森美術館の方に転出しておりますが、その頃になってラフォーレ原宿とか、それから表参道ヒルズとか、それから六本木アートナイトでも主役を務めていただいたことがありまして、それから道後の方でもご一緒しております。その頃になるとも蜷川さんはクリエイティブディレクターとしても大変評価が高まり、引く手あまたの売れっ子状態になっておられたと思いますが、ここで一言ちょっと申し上げておかなきゃいけないのは、蜷川さんはそういうふうに例えば、乃木坂48のビデオクリップを撮って写真集をお出しになる反面、必ず小山富代さんのところで自分のテーマで自分の作品として発表するということを非常に丹念に続けてきておられます。でそのことがファインアートの世界でも蜷川美香についての評価を継続させてきたと、あるいは高めてきたということが言えるかと思います。それからその後ですね、すでに2007年には映画の世界に転出しておられますが、ご承知のようにサクラン、ヘルタースケルターからもうすでに5作を撮っておられまして、大変独自の美術的な世界を構築されて評価高いんですが、皆さんご存知のように同じ映像とは言ってもスチールを撮るのと、一個正体率いて時間をかけて映画を撮るのでは根本的に原理が違うわけです。ところがそこをやすやすと乗り越えてですね、評価につなげてこられているということもちょっと特筆すべきことかなと思います。でまたここ数年はですね、青木館長の言葉にもありましたように、ほぼ1年に1本大型の展覧会をやってきておられます。例えば2021年は虚構と現実の間にということで上野の森美術館、2022年は瞬く光の庭という東京庭園美術館、23年には瞬きの中の永遠東京農道で大きな展覧会をやりになっていらっしゃいましたし、で24年には弘前レンガ倉庫美術館で儚くもきらめく世界で、実はこれ私ほとんど拝見しておりますが、大型の展覧会を続けてきておられて、常にですねタイトルが今回「彼岸の光至岸の影」ということですが、この生と死とかですね、虚構と現実とか、あるいは、その狭間にある境界線とかいうところに作家の関心が非常に強くあるということを感じます。
しかしながら一方でですね、展覧会の表現の現実は私キュレーターの立場から見ると一つ一つの展覧会が全く異なった展覧会のように見受けられます。表現方法も毎回革新されているという気がいたします。今回はですねこの京都市京セラ美術館でやらせていただくにあたって蜷川さん、宮田さん、それから AM の皆さんとさまざまな議論をしながら、また折々京都を一緒に歩きながら構築していただきました。まず最初に僕蜷川さんと実は20年ぐらい前にうちで設計したルイ・ヴィトンの六本木だったと思うんだけど、その写真を誰に撮ってもらおうかなと思った時に蜷川さんまだそれほどデビューした頃だったんで、有名なかったかなと思うんだけどお願いしたことがあった。でその時になんで彼女を選んだのかなと思うと、それはね写真なんだけどそこに行った時の感じが写すことができる写真家っていうのがそのデザインが必要だったんですね。そういう意味で蜷川さんの写真見てるとそういう感じがすごくしたもんだからお願いしたわけなんです。で、それ以来もう20年経ったんですが、やっぱりここのところ2022年でしたかね、東京都庭園美術館でその前にもちろん映画を作り始めたこともありますけども、写真という二次元の世界から映画っていう時間を組んでいるもの、そして空間というふうに3次元の作品っていうふうに、進化したっていうのが変わってきたっていうところがあると。大元は変わってないなと思うんですが、でそれが2022年ぐらいから、その後に2023年は東京ノードでやられたんですよね。それから24年は、結構多くて弘前でもやられたし、それから葛西臨海公園でもやられましたね。それから、それ以外にも岡山の鍾乳洞での展示っていうのもあって、いろんなところでこのところ非常に重要な展覧会をやられてきています。ただ、関西で、これだけ大きな展覧会をするのはおそらく初めてなんじゃないかなと思っています。そういう意味で、その今までのところのものもと比べて、ここでこういうこと言うのよくないと思うけども、やっぱりこれはまた第一歩先へ行った作品になっているというふうに感じます。先ほど中を拝見させていただいたわけなんですが、やっぱりそれはどういうことかっていうと、彼女の作品ってすごいイマーシブっていうかそこに入った、臨場感とかあるわけですよね。だけどそれって一つの意味しか伝えられなかったらばなんかすごく直接的すぎるじゃないですか。重要なことってやっぱりそれは没入感あったとしても一個の意味じゃなくていろんな意味を持っているっていうことを伝えられることが必要だと思うんだけど、今回の、作品においては、やっぱり京都っていうことがすごく大きいのかなって思います。で、この建物の、リニューアルを担当したんですけれども、最初この改装案っていうのは地下2階まで作るって案だったんですよ。でところが設計が始まって地盤調査したらそこまで掘るとすごい水が出るっていうのが分かったので地下1階にまでにして今のところを作った。でそれで、京都の町って地下こんなに水があるんだってその時思ったんですが、以来京都の地下ってどうなってんだろうって調べてみるとなんか、ここの下に大きな水盤状の、水がいっぱいあって一番深いところ800メートルぐらいある。で琵琶湖に匹敵するぐらいの水量の水が下にあるっていうことを聞くと、これ京都の我々は地上に住んでますけどその地下の世界っていうのがもう一個あるっていうぐらい
分かるわけですね。おそらく昔だとそれが明度だったかもしれないし、で、京都の、僕はそんなに京都のこと詳しいわけじゃないですけども、京都の中で、井戸に入って、あのように行って井戸からこのように戻ってくるっていう言い伝えがあるらしいです。でそういうことから考えても今回のこのタイトルが「彼岸と志願」って入ってるっていうだけじゃなくって、それが多分京都の街っていうこととすごく関係がある展覧会になっているのだろうと思います。そういう意味で非常に京都というテーマを持ってかつ、稲川さんという演技ですけどの作品としてもまたワンステップ次の段階に来ているようなことになったというふうに思います。そういう意味で非常に嬉しく思っています。どうぞ皆さんいい記事を書いて、この展覧会に多くの人が来てくださるように、お願いしたいと思います。短いですが、追加させていただきます。